バナナチーズフレンチトーストを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はバナナチーズフレンチトーストを作りたいと思います。はい、ということで今回はバナナチーズフレンチトーストということで、食パンでバナナとチーズをくるんで、それをフレンチトースト風に仕上げていきたいと思います。とてもやみつきになるフレンチトーストです。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。食パン、バナナ、スライスチーズ、卵、牛乳、蜂蜜、無塩バター、グラニュー糖、シナモンパウダー。今回はこちらの材料で作っていきます。まず食パンなんですが、今回は8枚切りの食パンを使うようにしてください。そしてバナナなんですが、こちらはですね、大きさによって使う量が変わってくるので、1本から2本ぐらいを用意していただくといいかなと思います。そして今回中にね、スライスチーズを入れていきます。こちら溶けないタイプを使っていきます。お好みでね、チェダーチーズのスライスチーズとか、あとはモッツァレラチーズなどを使っていただいても OK です。そして今回ね、フレンチトーストの甘みに使うのが蜂蜜です。蜂蜜はね、バナナと相性がいいのですごくおすすめです。もし蜂蜜がダメな場合は、こちらはグラニュー糖またはお好みのお砂糖などで代用して作ってみてください。そして焼く時に使うバターですね。こちらは無塩バターを使用していきます。少し塩味は加わりますが、こちらは有塩バターとか、あとはマーガリンなどを使っていただいても大丈夫です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに食パンの耳を切り落としてください。はい、このように切り落とします。ではね、残りも同じように切り落としてください。はい、こんな感じで全部切り落としました。そうしましたら続いてこちらの食パンを麺棒で潰していきます。ではね、麺棒でコロコロ転がして潰しましょう。裏表からやっていただくとしっかりと潰れます。はい、このように潰してください。厚みを比べるとだいたい3分の1ぐらいですね。そのぐらいの厚みになるまで潰してください。それでは残りも同じように麺棒で転がして潰していきます。はい、こんな感じで食パンは潰してください。こちらを一度このまま置いておきます。続いてスライスチーズです。スライスチーズは半分に切ります。こちらはね、一度袋ごと切っていただいて、使う直前まではね、溶けてしまうので冷蔵庫にしまっておいてください。では続いてフレンチトーストの卵液を作っていきます。まずボウルに卵割り入れます。そしてまず卵だけ軽く溶きほぐしてください。はい、そして溶きほぐしたらここに蜂蜜を加えます。そしてよく混ぜましょう。そしてよく混ざったら牛乳を加えてください。そしてよく混ぜます。このようにしっかりめによく混ぜるようにしてください。卵液の準備はこれで OK です。それでは続いてバナナです。バナナは変色しやすいので作る直前に切ってください。じゃあ剥きます。バナナはね、今この状態で約 80g になります。こちらは目安にしてください。長さで言うとね、だいたい15センチ弱ぐらいになります。そしたらね、こちらをまず半分に切ります。今度は縦半分に切ってください。こちらも同じように縦半分に切ります。この時のね、バナナの長さのポイントなんですけれども、こう食パンの上に置いた時に、両端がだいたい1センチぐらいですね。このぐらいの隙間ができる長さに切ってください。それではね、食パンで包んでいきます。まずですね、食パンのこの表面にフレンチトーストの液をこのようにしっかり塗ってください。全体に塗りましょう。このように塗ったら、こちら切っておいたまずスライスチーズですね。こちら袋を剥がして、そしてこちらを縦に置きます。こんな感じです。あとはここにバナナを乗せて、そして手前からくるくる巻いていきます。よいしょ。くるくる巻いたら軽くね、この巻き終わりをくっつけて、そしてあとはね、両端1センチほど明かしたと思うんですけれども、その部分をしっかりと上下くっつけてください。はい、このように上下ね、くっつけて口を閉じてください。両端このようにくっつけましょう。では残りもね、同じようにバナナとチーズを包んでいきます。は
はい、全部このように包みました。今回はね、全部で6個分になります。バナナは 1.5 本分使うので、少し余るので余ったものはね、そのまま召し上がってください。それではですね、こちら容器を用意して、ここにまずね、残った卵液を半分入れます。そしてトーストを並べていきましょう。並べたら残りの卵液を上からかけます。これでね、全体に染み込ませます。ちょっと裏返してね、染み込ませていきます。はい、 OK です。でね、今この状態でまだほんの少しね、卵液が余っているので、だいたい8本ぐらいはね、いけるかなと思います。それではね、フライパンで焼いていきます。まずフライパンにバターを入れてください。そして火にかけます。火加減弱めの中火です。バターをね、まず全体に広げてください。はい。で、バターが溶けたら一旦火を止めます。そしたらこのフレンチトーストの巻き終わりを下にして焼いていきます。焼く前はですね、ちょっとこの巻き終わりの部分をくっつけてください。柔らかい状態になってるのでピタッとくっつくと思います。そしたらこちらを下にして、そしてフライパンに置いていきます。入れるときやけどしないように注意してください。はい、このように並べます。そしたら蓋をしてください。そして火にかけます。このまま焼き色がつくまで弱火でじっくり焼いていきます。今回ね、蜂蜜も入ってるのでちょっと焦げやすいので、様子を見ながらね、裏返してください。火加減はこのぐらいです。はい、今ね、ちょうど2分ちょっと経ちました。蓋を開けます。そして焼き色をチェックしてください。あ、いいですね。いい感じにね、焼き色がついたら裏返します。焼き色がついたところからね、裏返していきましょう。こんな感じで美味しそうに焼き色がついてます。そしたらね、片面も蓋をして、片面はね、だいたい弱火で1分ほど焼いていきます。はい、今1分ほど経ちました。蓋を開けます。一度ね、焼き色を見てください。あ、いいですね。そしたらね、今度はこの側面の縦の部分ですね、これを焼いていきます。よいしょ。こんな感じでね、隣同士をね、支えて立てて焼くといいかなと思います。こんな感じ。これでね、押さえて焼きます。はい。で、だいたい1分ほど焼いたら、今度は逆サイドですね、こちらを焼いていきます。この時ね、やけどしないようにだけ注意してください。こうやってヘラをね、2個使うとやりやすいと思います。反対側も焼いていきましょう。こちらもだいたい1分ぐらいで OK です。はい、1分経ちました。そしたら元に戻して、このようにね、全体にこんがり焼ければ OK です。そしたら火を止めます。美味しそうに焼き上がりました。ではね、こちらに最後トッピングしていきたいと思います。それではね、バットの中にトッピングのグラニュー糖、そしてシナモンパウダーを加えます。シナモンが苦手な場合はね、入れなくても OK です。そしてこの2つをね、よく混ぜます。はい、 OK です。そしたらフレンチトーストにまぶします。はい、こんな感じ。はい、このように全体にまぶしてください。これで完成です。はい、これでバナナチーズフレンチトーストの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこのようにチーズもとろけてバナナも柔らかい仕上がりになってます。あとはね、お好みでメープルシロップなどをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。バナナがすごくトロトロで、中のチーズも溶けててすごく美味しいです。そしてね、またこのチーズの塩味がアクセントになってとても美味しいです。もう食感も最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のバナナチーズフレンチトーストのポイントです。まず食パンなんですけれども、こちらは8枚切りの食パンを使うようにしてください。今回ね、食パンの耳が余ったと思うんですが、私のチャンネルで食パンの耳を使ったアレンジレシピもご紹介しているので、そちらの動画を参考に食パンの耳も活用していただけたらと思います。そしてバナナなんですけれども、今回はね、1.5 本使いました。こちらはバナナの大きさによって適正な量が変わったりすると思いますので、バナナの本数に関し
しましては大きさに合わせて調整するようにしてください。そしてこのバナナの長さに関してなんですけれども、一度食パンの上に置いていただいて、食パンの両端がだいたい1センチずつ隙間が空くぐらいの長さにしてください。そして食パンなんですけれども、潰していただいて、潰したらフレンチトーストの液を塗って、そしてチーズ、バナナを置いて手前からくるくる巻いてください。そして巻き終わったら巻き終わりの部分を押さえつけていただいて、さらに両端をしっかりめに閉じてください。今回はですね、普通のスライスチーズを使ったんですけれども、こちらはチェダーチーズなどお好みのスライスチーズを使っていただいて OK です。そして巻き終わったら残った卵液にしっかり浸してください。漬け込む時間はなしで大丈夫なので、全体にしっかりと卵液をつけるようにしてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、まずバターを敷いて、そしたら巻き終わりを下にして焼くようにしてください。焼く時もですね、中火とかね、強めでやってしまうとすぐ焦げてしまいますので、必ず弱火で焼くようにしてください。蓋をして両面焼いたら、あとは蓋を開けて側面の部分ですね、こちらはフレンチトーストを立てかけて焼くようにしてください。側面の部分はだいたい1箇所1分ぐらい焼いていただければいいかなと思います。これはですね、フライパンの材質とかにもよってちょっと変わってくると思いますので、焼き時間に関しましては焼き具合を見て調整していただけたらと思います。このようにね、弱火でじっくり焼くことによってチーズがしっかり溶けて、さらにバナナがとても柔らかくなって甘みもアップします。そして全体が焼けたら取り出して、あとはトッピングでシナモンシュガーをつけて召し上がっていただけたらと思います。もしシナモンが苦手な場合はグラニュー糖だけでもいいですし、あんまり甘いのが得意じゃない方はグラニュー糖はまぶさずにそのまま召し上がっていただいても大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はバナナチーズフレンチソースを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。